ちょっと、なんでいきなり終わっちゃうのよ。いきなりボケをかましてるし。ちょっとやってみたかっただけ。これからスタートする動画なのに、ここで終わってどうするの？冗談だよ。冗談。さ、早く中に入ろう。さりげなくごまかしたわね。初めて作る模型制作動画だけど、何作るの？その前に、この動画、どうして第0回なの？普通第1回でしょ？実は模型制作動画を作るのは初めてだから、とりあえず一つ動画を作って出来を確かめようと思ったので、今回はテストなので、第0回。うまくいけば、そのまま公開するし、もしダメなら闇に葬られる。机の上に何かあるけど。なんだろう？これは72分の1、棒というコルセア。初の模型制作動画は飛行機模型。タミヤだね。そう、今回のお仕事、机の上にあったのは、タミヤの F4U、コルセア。国内メーカーのキットでは、長谷川から発売されていたものが今でも手頃な値段で手に入るのだが、2006年発売のこのタミヤのキットは後発だけに部品の数や精密さが増しており、回収なしでも完成度の高いものが出来上がるのでおすすめだ。実機の方は、1938年に開発が始まり、米国メーカーに開発を依頼した一つ、ボート社の戦闘機なのだが、特徴的なのは主翼を注目するとわかる。逆ガル翼と言われるこの翼。F4U の場合この主翼の形は性能向上のために採用されたのではなく、搭載エンジンの WASP-R2800 をフルに活かすために直径の大きいプロペラを採用したことに起因する。プロペラが地面に当たらないようにするには長い主脚が必要なのだが、長い主脚は構造上、また運用上支障をきたすため、短い主脚で済むように採用されたのがこの翼だ。この設計なら主脚を短くできて強度も確保。しかも飛行時の下方視界も良くなるという効果もあったが、機種が長いことが災いし、前方の視界不良などで、空母での運用に支障をきたしたため、一時空母からではなく海兵隊の陸上基地で運用されるようになった。その後、改良され、戦争後半からは空母にも搭載されることになり、終戦後も活躍した戦闘機である。キットの方はどう？見た感じ、とても精巧な部品でよくできているね。確かにこれなら組み立ては簡単だと思う。でも実際作ってみないとわからないから、これからだね。今まで、72分の1の飛行機はかなり作ったけど、F4U はなぜか作らなかったからちょっと新鮮な感じ。塗装の方は大丈夫？3色塗り分けだからちょっと面倒だけど、なんとかなると思う。そろそろ作ろうか。仮組みするから工作室に行こう。行こう。仮組み始めるよ。ニッターを使って切り離します。かなり年季の入ったニッターだね。10年以上使っているからね。ウップ主が小学生の頃は、爪切りでやってたみたいだけど、最近では、模型店で入門セットのようなものがあるから、それを使うのがいいかもね。最近は、もっと使いやすいニッターがあると聞いたことがあるけど。でも、ちょっと高いので、お財布と相談しなければいけないけど、近いうちに、高いニッターを購入して試しに使ってみようかな。ウップ主的には、安くても役目を果たせていれば、それで良いと思っていたが。切り終わったら、今度は 8mm のマスキングテープを使って、部品を仮止めするよ。飛行機の場合、接着剤使用がほとんどなので、仮組みは何かで止めないといけないから。模型動画で仮組みの様子を映しているチャンネルって少ないかもしれないが、ウップ主にとっては仮組みは重要なもの、しっかりと制作工程に入っている。仮組みは重要よ。
部品の合い具合や組み立て時の不具合を把握できるし、完成した時のイメージが仮にだけど形となって見ることができるから。とは言っても、コックピットの中までやっていたらさすがに手間だから。時間がない時は外側だけでも仮組みはするね。そして、キットと説明書、資料の相違点を確認し、矛盾を解消していくの。最近だと、ネットで調べられるからかなり楽になったね。問題がなかったら大丈夫だけど、たまに違うことがあるから注意してね。どうやらこのキットは大丈夫そう。すんなり完成しそうだね。ところで、一つ気になったことがあるんだけど。何？すずみ？ササラのお手手、すごくごついんだね。何失礼なこと言っているの？あれはウップ主の手であって私の手じゃないわよ。まったく。さて、話を戻すよ。比較的新しいキットなので、すんなりできそうかと思ったが。気になるところをいろいろ見つけちゃった。まず、ここは修正箇所ではないけど、主翼の組み立ての時、主翼仮面の部品の強度が弱いのを発見。ちょっと力を入れすぎると折れるかもしれないから、組み立ての時は注意してね。あとは垂直尾翼の上にあるアンテナ部分。この箇所は非常に脆く、仮組みの時点ですでにリタイア寸前。真鍮パイプや真鍮線で部品を自作して置き換えだね。部品自作の話が出たけど、ついでにというか、ウップ主の定番工作なんだけど、主翼にある不等間と言われる部分、これもキットではプラスチック製なので、ここも交換するね。それと、今回はアイラ、C、ケプフォード注意器を作るけど、着艦フックの有無やアンテナの形状を調べようとしたら、資料と説明書の内容が違ってた。着艦フック、実機の方は、ネットで調べると装備していたみたいだから、説明書の通りにするね。でも、部品を見ると、結構細いから、組み立ての時は細心の注意が必要だね。今のところはこんな感じかな。作っている時にまた出てくるかもしれないけど。なるほど。このように回収箇所を事前に確認するために仮組みが必要なわけね。仮組みの際、注意することは、部品をなくさないように気をつけること。それと、右と左の指定がある部品は分けるようにしておくことかな。ねえ、そろそろ操縦席の部品を渡してくれる？中に入る部品から塗装しないと組み立てられないでしょ。そうだね。はい、お願いね。模型製作は人それぞれ。製作過程も同様に人によって違うけど、飛行機模型はほとんどの場合先にやっておかないと後々苦労するものがある。それはコクピットや機体の内側の塗装だ。他の模型とは違い、組み立てた後は筆が入りにくくなるので塗装は困難になる。そのために鼓は機体内部の部品を渡すように要求したのだ。ササラが仮組みの機体と資料を見比べている間、鼓は内部の部品の塗装にかかる。ついでに機体の内側の塗装も先にやっておく。筆で塗るの？筆で十分だよ。だって、このサイズの飛行機模型の操縦席って、完成後ほとんど見えなくなっているから。内部にどこまで手を加えるか？ウップ主の場合は見えないところにそこまで手間はかけない。見えるところに集中したいからだ。ただ、一つ問題があってね。このキット、タミヤの製品だから、塗料の指定が普段使っているミスターカラーではなく、タミヤカラーの指定なのよ。だからミスターカラーで塗る場合、自分で色を探すか、他のキットの説明書の色指定を参考にするなど、ちょっと面倒なの。今回は長谷川のコルセアの説明書を引っ張り出して、それを元に塗装することにするわ。でも、完全に鵜呑みにしないで、
念のため両方の説明書を確認して塗装するね。鈴見の言った確認というのは、稀にだけど、説明書の色の指定が間違っていることがあるからだ。油断していると、間違った色を塗ってしまったり、自分の思った色とは何か違うという事態になってしまう。ブック主も過去に、信じきってしまったため、ひどい目に遭ったことがある。組み立ての前、遅くても塗装の直前に確認することをお勧めする。説明書はしっかりと見て、どのように作るか、確認して頭に入れておこう。今回の動画は以上です。皆様、ご視聴、ありがとうございました。よろしければ、グッド評価とチャンネル登録、よろしくお願いします。それでは、この辺で、また、次の動画でお会いしましょう。